はい、こんにちは。焼肉奉行霧島の稲垣です。今回はですね、焼肉店そんなに甘くないというお話の動画をさせていただきたいと思います。今日もよろしくお願いします。コンサル事業を興味持っていただいて、どんなんかなって問い合わせが来るんですけど、そんなに切って出してお客さんが勝手に焼いてくれるってそんなに甘くない本当に。でも僕だけじゃなくて今こういう SNS でね TikTok やインスタやのでもみんな僕と同じこと言うとる、そんなに甘ない。仕込みも本当に大変やし、でも職種も違うからフランス料理屋さんイタリア料理屋さんやとその元の味付けを作ったりそういうのもあるから、一概にうちのが一番偉いって言うつもりはないけど、焼肉屋さんは簡単やって絶対思わん方が本当に。でこの欲しいどこだけのお肉を売ってくれる業者さんも今はないことはないけど無茶な値段言うてくるどこが多いかな。それとうちもそうねんけどタンハラミの問い合わせがむちゃくちゃ多い。そら僕らでもそうやけどタンハラミ結構量入ってくるけどそれなりに肉僕らも買うてるもん。やっぱりお店以外の部分でもね僕らお肉はいるから。でそれを言うたらこう偉そうに「もう肉買うたんで持ってこい」なんてそんなことを今言わへんよ。ありがとうございますっていう感じでもうタンハラミに関してはね、それぐらい今は回ってこや。でタンハラミだけ売ってくれって言うても他に聞いてもまず売ってくれやんともその代わりお肉買ってくださいって言われると思います。それなりにお肉買うとるとこを優先的に持っていくし、あと金額時もこれはやらしい言い方をするんじゃなくて逆に自分がもしタンとハラミをようけ持っとるとするじゃないですか。でこっちが5,000円の人こっちが7,000円の人こっちが1万円の人やったら絶対人間のったら1万円に売るに決まっとるもん。お金だけじゃないと思うし、やっぱりそれなりにお互いの相手助け合いじゃないけどさ、これ買うからこういうのもなんとかしてくれとかね、頭ごなしにあれ持ってこいこれ持ってこいこれ買うたれやないかっていう人の方にはいい話はまず来ないと思う僕はね。でタンハラミもハラミはまた値段上がると思うから、その上がるタイミング下がるタイミングっていうのをまずそういう勉強もしやらなあかんと思う。やっぱりいろんな知識を持ってる人なりいろんな情報を、持っとる人に知り合えたらええと思うし、で株と同じやと思うよね。株と当たる場合もあるし僕が今言うたことも外れる場合かもわからんけど、それを準備しとかなあかんし、仕入れが一番難しいと思います。仕入れがね。ほんで近くの近所のお肉屋さんから仕入れ取ると。でそういう方は後で大変なことになるっていうのはまた僕のコンサル事業でもねいろいろ教えておりますので、今ここではなかなか言えやんこともあるので言うてしもったら銭にならんっていうそういう意味合いじゃなくてね、やっぱりそれを言うたことによってちょっと僕も叩かれる面があるから言わんっていうだけで。焼肉店されるのも鉄板でするのか網でするのかでもまた全然変わってくるし、で上引きのダクトでするのか下引きのダクトでしていくのかでもまた全然違うし、大きいお店をすれば下で人件費もいるから、逆に小さいお店でやっていこうとすると今度は回転率をどうやってしていこうかとかで、今物が何でも上がっとって極端に今までこうとった値段がプラス200円アップした、じゃあ売り単価も200円アップしたっていうのもそれも必要やと思うんやけど、それだけではお客さんっていうのは売り上げ上がってけえへんから、そういうのも考えていかなあかんからね。で逆にそういったこれを買ってほしいこれを注文してもらいたいっていうそういうメニュー作りもいるから、ね、僕なりのこれは全部やり方なんですけど参考にしていただければコンサル事業でもそういうのをお伝えしておりますので。せやけどやっとる人には僕の言うとる意味が分かるんやけど、やりだしてからああなるほどってなると思う。で年数がだんだん経っていくことによって使うお肉っちもまた決まってくると思うよね。これ使うと損するでもううちこれとこれだけなんですってなると思う。絶対なる。ならないおかしいと思う。
そやけど売り上げがだんだん上がらんようになった時に、どうしようかなって悩んだ時に、いろんなことを勉強しておいた方のが常にね、ええと思う。で僕らでもそうなんやけどこう無理して牛を買うんやね僕、ね売れる先があらへんよ正直言うて。せやけど売ってこっていう意識を持ってやっていって毎月毎月やっとるやつやからさ。それでこれは売れやんからやめとこう、この単は高いでやめとこう、この花見高いでやめとこうっていうと、もうだんだんその商品が今まで商品使うとったやつが ABC 島にはこの一番下になってくるもん。もうほんならうちそんに売れへんし、でも僕らが思うには久しぶりにそのお店に行って食べに行ったら「何これ?」っていうのがある。うちはそうならんように極力値段も上げとる分もあるけど肉の品質はずっと上げ続けとるかな。であとは今までは単品もんで今でも買う分はあるけど目指すところも自分はもう決めとったから牛とりあえず一頭買うてああいう風なやり方でやっていこうってずっとやり続けてきてるから今やっとできるようになったかな。全部が全部俺の真似せえっていうつもりは何もないけど、やっぱり次の商品何か考えていこうやってやっていった方が売り上げは上がると思う。で僕はもう夏には冬の食材を考えとるみたいな。でもつ鍋もせやけどもう一つはテイクアウトメニュー。ああいうのをすぐにはできやと思うけど考えていった方がええと思う。極端に言うたら12月で言うたら焼肉おせち料理みたいなすき焼き焼肉のおせちセットみたいな。でも今でもそういうのちょこちょこみんな出しとったりするしな。あれも言うてすぐ売れへんし一時だけのもんやからその正月過ぎたらもう誰も買わへんもんな。どうしても余ってくるもんって絶対出てくるからそれをどのように商品化していこうってすると自然的に売り上げ上がる。それをみんな考えへんからいるもんだけ買うてけええねや、欲しいもんだけ取ってたらええねや、高なったらそれ仕方ないや、じゃあったら売り上げ上がらへん。だってお客さんの入る量ってもう限界はあるもん。うちの店でもそうやけどこのお盆中でも6時半にって言われたけどもう満席やから入れへんもんな。で6時半の人では早く帰ったとしても1時間後に食事すれば7時半やんか。ほど8時にお客さん来るかったらもう8時やともう食べた後になるもん。前らは8時9時とかお客さん来よったけどもうちょっとコロナでだいぶと変わってきとるでな。お昼が割にメインになってきとる点もあるしでいろいろ考えていっていろんな面で売り上げ上げていって自分の思っとるやり方をしていった方が僕はいいと。別に僕全然難しいなんて何にも思ってない。今焼肉店も閉店しとるとこよくあるけどそんなもう大体理由は分かる。僕にはねほらそうなるやろって僕は思っとるから値段上がっとんのは上がるけどでも昔は高いもんもあったからね。牛肉とかでも、輸入物とかでも高いもんはあったから、安いもんもあったけどでも安いもんがその時に高く売れたかったら売れへんだもん。安いもんは安いなりの値段やから。で今値段を上げたとしてもほら無茶な値段の上げ方はしたらあかんと思うけどやっぱりみんな値段上がっとるっていうの分かってみれるしね。せやけど俺らの給料は少ないわってみんなそうやって僕にもいろいろお客さん言うてくるけどでも給料ってええ方ちゃうのって僕は思うと今最低賃金アルバイト1100円ぐらいかな、もうすぐ1200円になるよね。そうやって考えたら僕らが初めてアルバイトした時と比べたら倍ちゃうよなと思う、で仕事内容も違うし一概にはその世代によって違うからさ僕もそんなこと言えへんけどだけどやっぱりその時代に応じての生き方をしていかんとあかんかなって僕はつくづく最近よく思う、だからこういう YouTube とかでもしてよかったなってすごく思う。全然違う。だって僕のこの世代でこんなんするっていうのはやっぱり僕らの同級生でもそんなんおらへんしさ、やってよかったかなって思う。今となればね。最初は恥ずかしかった恥ずかしいってだけど今はうちはタブレットでさええけど自分がする場合だとタブレットと違うで、その伝票の書き方とか、
そういうのをやっぱり勉強していかなあかんやな。うちらもしとったで教えれることは教えれるけど、それは自分がお店やりだした頃に僕に聞いてくると思う。これどうやってしてます、どうしたらいいですってなると思う。でうちもフル装備やろ。楽ってまあ楽ですよね。楽は楽やけど、まあそのシステムを覚えていけばいいだけやし、で今のまあ高校生の子、大学生の子とかやともうそんなんすっと使いでさ。そうですよね。そう、で逆に接客ってようせえへんから、もう当時の最初の来た子らのアルバイトと今の子のアルバイトやったら歴然たるこの差はあると思う。差があるっていうのは最初に来てくれた子の方のがやっぱりすごいなと思う。何もない中でこうオーダー聞いてお客さんに接客して、こうお肉こんなんどうって言った時は僕がこうやって言いなさいって言うて覚えていったやつやから、今それ覚えやんでもいいもんな。次は焼肉屋さんはまあ一つはいい場所ですらいいと思うんやけど、必ずいい場所でしたからといって絶対お客さん来る方は僕は来やんと思う。焼肉屋さんってやっぱりこのね、懐と焼肉食べに行こうがマッチしやんといかんところやから、ちょっとお腹空いたで焼肉屋さん行こうにはならんと思うから、見せ方もそうやし立地条件が悪くても別に来たいという何かを作れば僕はええんちゃうかなと。でも大体みんなそういうのをやっとるのはこれあかんことやけど、その丸々のもんが食べれるみたいなな、それはあかんと思う僕は。はい、今日は、焼肉そんなに、簡単にできるものではないぞというお話と、まあ今3ヶ月経ちまして渡辺君のお話も聞けた動画になります。ありがとうございました。ありがとうございました。株式会社稲垣では飲食店向けの卸販売と他では教えてくれない仕入れやお店作りのアドバイスをさせていただいております。 LINE 公式アカウントで登録していただくとサービスの内容がご覧いただけますので、この機会にぜひお友達追加の方をよろしくお願いします。サムネ用にあ2人とも指さす。こっちも叩かれそうだね。